ああだったらいいのに、こうでなければよかった。こんな風につい癖のように出てくる不満や愚痴。嫌だ嫌だと思えば思うほど同じような現実が繰り返される。目の前の現実を変えたいけど、どうしたらいい？今回は望む未来を手に入れる方法について、ネトジュンさんのお話をもとに、この瞬間の現実の捉え方と時間の流れ方の観点も取り入れながらご案内します。意識はこの瞬間の現実に対して常に手遅れです。常に手遅れとは、私たちの目の前に現実世界があります。この現実世界というのは、実はこの一瞬一瞬しか存在しないものだと、私はワンネス体験からそう感じています。目の前にある世界、それは光が物に反射して私たちの目に届きます。香りや感触など、いろんな五感を通じてこの現実世界を体験しています。この今この瞬間にしかない光を目が受け取って、それを今この瞬間にしかない神経の中の電気信号に変換して、そして脳内で映像に変換し直して、それを意識が気づく、認知するということで、初めて現実があるということがわかるのです。ということは、この時点でいくら目の前の現実に不満があっても、もう手遅れなんです。どうにも変えることはできません。今この瞬間に現れたこの現実は、もうすでに現れていて、変えようがないんです。常に意識は現実に対して手遅れなんです。だから、いくら目の前の現実を嫌だと思っても変えることはできません。例えば、目の前に花瓶があり、お花が刺してあるとします。それを私が目で捉え、それから香りを嗅ぎ、例えば風が吹いていたら葉っぱが擦れる音が聞こえたり、五感でこれを感じています。この時点で、これはもう現実の方が先で、私たちの認知が後です。いろんなお花が刺さっている花瓶を見て、ああ、バラだったらよかったのに、というような現実を否定する思考は、この時点でもう手遅れで、どうにもならないことに対して無駄に思考をぐるぐると働かせているだけなのです。もう目の前にお花はあって、そこから何秒か遅れて認知が起きていますから、これがバラになるなんてことは絶対にないわけです。常に私たちはこの常に手遅れという認知でもって世界を見ています。心がそれを感じています。ではどのようなあり方が望ましいのでしょうか。まず外の気づきとして目の前にお花があります。花があるなぁという気づきが起きます。この時点ですでに手遅れです。当然のことのようにそのあるがままの花があるなという気づきが起きます。この時、右脳的に捉えるならば、その目の前にあるものをできるだけじーっと見る。普段よりもより一層味わうというような姿勢で、そのものを見ていると、だんだんと右脳の状態に近づいていきます。先ほど一瞬にして否定して、バラだったらいいのにというのは、これは左脳の思考の反応です。花びらの薄さを見て、色の変化を感じたり、こんなに細かい毛があるんだといった感じで、細かく観察して味わうと、右脳のあり方に近づいていきます。その次にやっぱり出ます。バラだったらよかったのに。否定の思考が頭の中に出たとき、今度はこれを内の気づきとして、そんな反応があるな、と気づく。
ここで終わりにします。ここで終わりにしないと否定的な自動思考が次から次へと出てきます。ここで終わりにしてそれ以上いろいろ考えないでいると右脳の気づきの状態でいられます。このように私たちは常に一歩遅い状態で現実に相対していますので、目の前の現実をいくら否定しても現実を変えることはできないんです。すでに現れが現れてますから。これを否定するほど左脳の否定的な自動思考がたくさん出てきます。ですからもうどうにも変えようのない現実という目の前のものに対して否定的に反応するのではなく、よく味わうように感じる。そしていろんなことに気づいている。その反応として内側の気づきが出るので、その内側の気づきにもただ気づき、そんな反応が出たな、こんなことを思ったな、とただ気づいているだけ。これがおすすめする気づきの姿勢です。目の前の現実は変えようがない。そういうふうに思っておくと、否定することの無駄さがわかります。否定することは無駄な自動思考をたくさん出すだけ、そういうふうに捉えられると思います。では、目の前の嫌な現実をただ受け入れて諦めるの？いいえ、そうではありません。望む未来を選択するのです。次に、望む未来を選択する方法をご案内します。未来は私たちを中心にして360度存在しています。これが全部選択肢だと思ってください。いろんな未来が自分を中心にして360度ある。例えば今目の前に最近買ったお洋服があるとします。この新しく買ったお洋服を見ると未来の自分、例えばチャレンジすることがたくさんあっていろんなものが現実に起きてこんなことが起きた、すごいすごいとワクワクしながら人生を生きている。そんな未来を連想できる、望む未来を見せてくれる。その服を見ていると何か将来楽しいことでワクワクしている自分が思い浮かぶとします。そうするとこのお洋服を見ている時の私の正面がその望む未来となります。先ほどの花瓶のお花のようにバラだったらよかったのにと現実を否定すると否定する方向を向いてしまうのです。バラだったらよかったのにと思っていたらバラが来るでしょうか？来ないんですね。これじゃあダメだ、あれじゃあ嫌だ、これじゃなければいいのにという未来の方向を向いてしまって今ここにすでに手遅れな現実があります。その手遅れな現実の中で、いかに自分が選びたい未来に近いものに意識を向けるか、ということがとってもポイントとなります。時間は未来から私たちの正面へ流れてくると思っています。普通はまず過去が起きて、それがだんだん現在に近づいてきて、現在が起きて、そして少しずつ未来が起きてくるというふうに、過去から現在に時間が来て、それが未来に向かっている受け取り方が普通かなと思います。つまり、現在は過去に大きく影響されているし、未来は現在に大きく影響される。そういう流れですね。このことは進んでいくという感覚の時間のイメージかなと思っています。過去から現在に来た。そして私たちは未来へ行く。でも本当は時間というものは未来から私の正面に向かって流れてくるということがポイントなんです。例えばお散歩をしているとき、なんであの人たちあんなところであんな大きな声で喋ってるのと
自分が嫌だなというところにずっと意識を向けていると、嫌がどんどん自分の正面から来るわけです。同じようにお散歩していても、例えばお天気がいいな、今日はすごく気持ちがいいなと意識を向けていると、気持ちいいことに自分が正面を向いているので、その方向から時間がやってきます。そしてより、いいな、気持ちいいなという方向の時間がこちらに向かって流れてくる。つまり、今この手遅れの現実の中でどの方向を向きたいか常に選べるっていうことなんです。そしてこの現実の中で自分の意識が何に向かっているのかがポイントです。その方向に未来があり、その未来から自分の正面に向かって時間が流れてくる。だから楽しいことに気づく癖がつくと、次々と楽しいことばかりが目について、楽しい未来がどんどん現実化していく。これ、引き寄せと似てるような気がしますが、どちらかというと単なるイメージではなく、実物が目の前にあった方がいいと思っています。自分の未来を象徴するようなものを見ると、理想の未来で生きているイメージにリアリティが出てきます。自分の望む未来を象徴するようなものをよく見える場所に置いておくのもいいかもしれません。幸せに気づいていれば、やはり幸せの方から未来の時間がやってきます。私たちの周りには今ここの手遅れの現実があります。これは起きている現実ですので、意識は常に一歩遅れて認知をし気づきます。だけど私たちは気づきの方向を選ぶ存在なんです。自分が今いる現実の中で心地のいいもの、未来が楽しく見えるようなものに意識を向けると、その心地のいい未来から時間が流れてきます。この気づきの方向を選ぶことは癖なんです。これは嫌だ、あれは嫌だも単なる癖です。こうじゃなければよかった、ああじゃなければよかったって思っていることに気づいたら、意識的にこの現実の中で好きだな、いいなと思うものを探す。体の中の気持ちがいいなと内なる気づきのある方向を選択していく。好きだな、幸せという方向に切り替えることで、私たちは未来を選ぶことができます。気づきの方向を選ぶこと、それがこの私たちという意識の重要な働き、役割なのではないかと思っています。これはもう本当に癖なんですよね。自分がぐるぐると、あの人は本当に嫌だ、なんであの人はあんなことを言うんだろうって考えたときに、はって気づいて、ああそうだった、こっちの方向は私の望む未来じゃない。そして理想の未来をイメージできるものを見たりして、私はこっちの未来を望んでいると気づき、そちらに意識を向けていると、望む未来の方から時間がどんどん自分の方に流れてきます。そして自分が今向いている理想の未来がどんどん現実に起きてきます。結構びっくりするぐらい簡単に早く起きてきます。そうなるともう楽しいので自動思考なんかしてられません。いつだってどんな時だってこの中で一番私が未来に見たいもの、幸せに見えるものはどれだろうって探すのが忙しくて、昨日のことや一昨日のことや3年前のこととか思い出してる暇がないんです。そうするとだんだんと自動思考が弱り、私たちは右脳とつながった体感に近づいていきます。いかがだったでしょうか？幸せ右脳自身としては、現実を否定することの無駄さを強くお伝えしたかったです。
だからといって現実を我慢して受け入れるということではなく、目の前の現実の中から好きだな、心地いいなと感じることに目を向けるあり方。それによっていつの間にか嫌な現実のループからいつの間にか抜け出して、幸せだな、嬉しいな、楽しいなと感じる世界が目の前に広がっています。